皆さんこんにちは、沖野です。今回はコラボ会ということで、ゲストに来ていただいてますので、早速自己紹介お願いします。はい、おいちい、かわちい、うれちい、伊勢ちゃんスタジオの伊勢です。こんにちはかな。はい、ということで今回は伊勢くんに来ていただきました。イエーイ、はじめまして、お邪魔します。はい、今回初めましてなので、はい、ちょっといろいろ伊勢くんに聞いていこうかなと思うので。イエーイ、楽しみ。そう、コラボ慣れしてなくて、ちょっとドキドキなんですけど。お願いします。お願いします。やばいやばい。そうだね、俺ゲスト側もちょっと緊張するかも。でも聞いてる側も緊張してるから大丈夫です。あ、本当に。じゃあまずなんか基本スペックというか、年齢は今年、32ですね。32歳。32歳。神奈川県出身の164センチの、68キロ。伊勢ちゃんスタジオという YouTube やっていて、はい。YouTube 同期みたいな。あ、そうなんですよ。お互い始めて今ちょうど4年ぴったりぐらいで、数日とかしかそう。初投稿の日がずれてないっていう。なんだろう、誰だこいつはみたいなるかもしれないけど裏からこのチャンネルを見てる人はなんか確かにこれバーって下にね、それに結構出てくるよ。こっちは出てくる。俺も出てきてる。あ、じゃあよかった。じゃあ被ってます。で被ってる。どういうきっかけで YouTube 始めた？ YouTube はもともと青チャンネルっていうのがそこに出てて、俺もなんかそのノリでやってみようかなみたいな、なんかすごい真面目な話になっちゃうんですけど、なんかそもそもはなんかそのゲイっていうものがこう認知されつつあったけど、やっぱまだ偏見多いよなっていうのがあって、その偏見を取り除くことは不可能。だけど、知ってもらうこととか、ゲイはどういう人なんだっていうのを分かってもらうことが、YouTube を通してできるなって思って始めた。ちゃんとそういう志というか。そうあって、でも最近はちょっとマインドが変わってきて、なんかノンケの人が見ることって多分そうそうないなって思ってて。そうだね、なかなかね。そう。だから逆にゲイの人の、ちょっとなんかその暗めなマインドになってる人とかのマインドを変えれればなって。いい影響がちょっとでもあれば嬉しいなみたいな。そうっていうマインドにちょっと変えて、さっき自分が友達にただ勧められて暇つぶしで始めたって言ったのがすごい恥ずかしくなってきちゃった。いやでも、できたかどうかとかもわかんないし、ただ俺がこうやって言ってるだけだから、全然なんかそんな。でも最近ちょっとカミングアウトして、多分なんかそれとかはそういう影響が少なからず多分あるんじゃないかなって思ってて、一番なんかその伝えられるものが大きかったのが多分カミングアウトかなって思って、最近その動画にしてカミングアウト、ちょっとなんか怖かった。で、はつらつとした感じからは想像もできない緊張感。唯一無二のお母さんに言うっていうのがマジでもう見ていただいたらね。そう、見ていただいたら緊張感が伝わると。公開するよって言って、だからなんかコメント欄とかも多分全部読んだらしくて。お母さんがね。そう。追いラインみたいなのが来て、いやなんか大変な人いっぱいいるねみたいな。多分俺が同じ思いをしてたんだろうって思ったのか、辛かったねみたいななんか感じで言ってくれて、やっぱなんか母親って叶わないなってちょっとそこで思ったから、やっとその YouTube 始めて、なんか目的を達成させられたみたいなとこはちょっとあるかも。その自分がなんかゲイについて言ってるのに自分がカミングアウトしてないみたいなとこがあったから。でもカミングアウトって難しいよね。なんか自分がしてよかったからといってみんながそうとは限らないから。そう。してる方がいいとか、しない方が悪いとか、マジでそういうのは全くない。だから参考までに、ああいう感じでしたよっていう。ちなみにそのカミングアウトは最近だとして、自分がそのゲイっていうのをなんか自覚した時とかきっかけって。なんか多分、中学の時に多分ゲイだったんだろうけど、もう彼女と別れて泣くぐらいかな。ちゃんと女の子も好きだったんだけど、でもその反面なんか中学の時ってなんかその触り合いみたいな、なんかそのふざけてある陽キャよくやるよねっていうのがめっちゃあって、でなんかその流れで俺もなんか触ったし触られたしみたいな結構してたから、その時にみんなふざけてやってるけどこっちはなんか本気で見たいみたいな多分思っちゃってて、でなんかやっぱふざけて見せてくれる子とかもいるね、お調子者とかね。そういて、だからそういうところで多分意識的にあって、で高校に入ってゲイなんだなって思って、それこそなんかその携帯でゲイについて調べて、でもその時なんか病気だと思ってたから、そのゲイっていうものが、なんかやばい、女の子が
きじゃない自分っておかしいんだ、これって直さなきゃいけないんだ、直し方ってどうするんだろうとか。そっから入ってんだ。そう結構もうマイナスからもうゲイっていうことがもう悪だと思ってたから、なんか直し方とかなんかその抑え方とか、女の子を好きになる方法とかいろいろめちゃくちゃ調べたりとかして、そこでなんかその綿密やってましたよ。多分今の20代だとどうだろう分かんない人の方がいいかな。30代40代だと分かるかな。その時見つけて、高校生の時になんか高1からちょっとこうゲイ人生をこう歩んでるから、もう16、もうゲイ人生の方が長い。16年目、17年目か。でも高1の時に彼女いて、その女の子と付き合ってなきゃいけないっていうその周りのなんかその環境もあったから、なんか結構無理やり他校の女の子と付き合ってとかしてたけど、本当にその時の彼女ごめんね。なんか相談結構もらうことが多くて、YouTube やってて、彼女いるけど好きじゃなくて本当は男が好きなんですみたいなやつ定期的にマジで来る。いややっぱあるよ。カモフラージュで付き合っちゃったけど、もう別れたいですとか、それをしてたからめっちゃわかる。高校卒業して就職はしたものの、運送会社で就職して結構きつくて、4月に入社してゴールデンウィークでもう辞めますって、お母さんになんか言えねえなって思って、もう出る算段を立てて仕事辞めたって言ったら、まあもう案の定喧嘩してお母さんと、もうじゃあ俺一人で生きていくわ、出るわって言って、その4月分の給料だけ握りしめて、一人で生きていくって言いながら男の家に転がり込むっていう。でもいいな、なんかバイタリティある意味あるけどね。18歳だったから、勢いで綿密とか、その時多分ツイッターがもう流行り始めてたから、そのゲイの世界を結構知る。でなんかみんなめっちゃ楽しそう。いや俺こんなとこでマジで終わってらんないみたいな感じでこうバッて東京のあのキラキラした感じがすごいいいなって思って出てきて、でもなんかそれでさっきも言ってたその青っていうさ、ゲイバーで働くきっかけとか。あれは俺めっちゃパチンコ好きで、その情報はなんかねちょい動画でなんか見かけます。そう、自己が好きでお金欲しいと思ってて、だから夜のそういうお店っていわゆる水商売みたいな。水商売ってめっちゃ稼げんじゃねえかな。その2丁目全然行ったことなかったから。あ、そうなんだ。そこで働いててワイワイ誘われたっていうよりはもう自分で見てて、そうもう本当にほぼ行ったことなくて、でその時に働きたいですっつって、なんか店子デビューイコール2丁目デビューみたいなのがもう20、だからちょっと遅めで。22で出て、まあ遅いかどうか分かんないけど、22ぐらいで青に入るきっかけになって、そっからゲイバーに入ったりもっとこう広がって、友達もわーって増えたりとか知り合いわーって増えたりとかしたから、本当に入ってよかったなとは思う。そうでも横の広がりはね、なんかよく行く人はすごい感じる。誰々知ってるみたいな、その人も知ってるんだみたいな。そう自分が絶対生活してたら出会わないような人に会えたりとか。それはそうかも。怖いとこみたいなイメージ、若い子とかはまあ行ったことなかったりするとね思うかもしれないんだけど、全然そんなことなくて、まあいろんなお店あるからね、その店ごとになんかこういろいろあるかもしれないけど、合う合わないは絶対あると思うんだけど、逆に言うと興味ある人だったら一回ね、そうだね、全然行ってみたらという感じはある。お酒飲めないけど飲めないから2丁目って言っちゃダメなんだとか思う人とかもたまに多分いや多分知らないとね、お酒飲まなきゃいけないみたいな、全然そんなことないから、なんかね興味ある人はマジ行ってください。今バーでも働いてて、でもどうなの、なんかさ YouTube もやってて、他にも昔いたお店とかもあって、だからそれなりにさ自分に会いに来てくれる人みたいなの多分いる。いる。そういう人たちは言ってもらったらめっちゃありがたいから喋りやすい。帰り際に言う人がめっちゃ多くて、実はみたいな。そういやもうだったらもっと早く言ってよってのはめっちゃある。気使ってるのもあるのかもね。なんか自分の特別扱いしてくださいに聞こえちゃうとなんか申し訳ないかなとか、気遣いの人もまあね、でも見てることはなんか伝えたいみたいな、応援しますみたいな。いやまあ確かにね。ちょっと全然違う話でとってもいい？イケメンですねとか、なんかモテそうですねって言われた時になんて返すのが正解か。確かに今のね流れでね、自分これ2つ答え用意してて、言って教えてほしい。なんとも思ってない人だったらありがとうございますとか、まあそのぐらい軽く。で逆に気になってる人に言われたら、それってタイプってことですか？めっちゃいいそれ。それで相手がお世辞で言った風のリアクションだったら一旦引っ込む。違ったなって。
勝負仕掛けに。そうそうそうそああ、確かに。う。俺、でもちょっと冗談っぽく笑いながら言うんですよ。それタイプってことってことみたいな。ですかああ、めっちゃ使おう。いや、なんか俺、否定から入っちゃう、絶対に。そんな、マジでそんなことないですって言っちゃう。うん、自信めっちゃなくて。あ、そうなんだ。俺結構自己肯定感低くて、うん。本当にこの人は思ってんのかって疑いから入る。いや、そんなわけねえだろって疑いから入って、そんなことないですって普通に。へえ。そんなことないです。でもありがとうございますって。一応その言ってくれたことに対しては、俺は言うけど、疑ってる。なるほどね。疑ってるっていうか、そんなわけねえだろって。自分への自信のなさみたいなところ。そうが基本的にはあるから、なんか言えない、なんかそんな。あ、でも、嬉しい時とかは、誰々さんに言われるのめっちゃ嬉しいです。あ、それの方がなんか軽くて、言う。多分沖のパターンよりちょうどいい気がする。そうかな。うん。何々さんに言われるのっていうのは自分もなんかいいと思ってますよ的な。めっちゃ嬉しいです。俺がこれやって、その人が同じことやったとして、絶対こっちの人の方がいいだろうなとかを比べちゃったりとか俺しちゃうタイプで、じゃあ俺やんなくてよくないとか。自分それが本当にあんまないかも。自分よりさすごいなって思う人もいっぱいいるし、羨ましいなって思うことも全然あるけど、じゃあその人になりたいですかって言われたらなりたいと思うことが一回もなくて、どんなにお金持ちでもどんなにイケメンでも、どんなに頭が良くてもその人になりたいですかって言われたら自分のままでいたいから。素晴らしい。そう本当にすごい。その考えちょっとください。でもなんか自分でも気づいてなかった。なんか自己肯定感って言葉がここ数年で、なんかよく言われるようになって、それまで別に自分でそういう人なんだと思ってなかったけど、YouTube 始めたりとか、あと周りの人に、なんか自分のことめっちゃ好きだよねとか言われて、大人になって結構気づいた。そうなんだ。それみんなそうなんだと思ってたから、生まれ変わってもう一回自分になりたいと思ってるから。全然そんなことない。でもこれ弱点もあって、自分で自分にめっちゃ甘くなるから、だから頑張ろうみたいな欲は他の人より多分ちょっと弱いと思う。まあダメな自分も可愛いよねみたいな、できてないとこも愛嬌だよねみたいな。そこまでなるほどね。すご。なんかちょっと自分には甘いから、結構厳しめな人が横にいてくれた方がちょっと安心する時ある。それダメじゃないみたいな。しっかりビシバシ言ってくれる友達とかはすごい安心する。確かに。それこそ俺ジムとかに行ってるけど、なんだろう、30過ぎたら、もうそもそも別に顔がどうこうっていうか体を結構見られることが多分多いだろうなって思ったし、あとはなんかその自分に自信をつけるためにみたいな。でもそれ自体はだからいい方に向かってるから。そう。顔は変えられないし身長も変えられないし、でも体だったら変えられるなっていうので言ってる。いやでもそれ大事だと思う。なんか個人的にその変えられないことと変えられることがあるじゃん。で変えられるけどコンプレックスって言いながら何もしてないことはそんなに気にしてないことなんだなって自分で思うようにしてる。それは例えばこうなったらいいよねとは思ってはいるけど、そのために頑張ることじゃない。じゃあ今のままで平気なんだって思っちゃう。絶対そっちの方がいい。絶対そっちの方がいい。辛いもん。辛いですよこっちは。なんかその考えちゃうからこそ、人と比べちゃダメっても分かってるのに、もうめちゃくちゃ人と比べるし、根底そこの自分の性格がひねくれた自分なんてみたいな、ちょっとコンプレックスみたいなそうがあるから、だからこそイケメンですねとか言われた時にいやってなっちゃう。なるほどね。まあイケメンですねは正直あんま言われないんだけど、特に若い時はなんか可愛いねって言ってもらえるじゃん。特に若ければ若いほど。その時に昔はそんなことないですよっていうのをよく挟んでたの。けどそうすると相手が「いやそんなことないよ可愛いって言われるでしょ」とか、なんかおかわり求めてるみたいになっちゃってもっとちょうだいもっとちょうだいみたいなで結局なんか一旦二旦そのやり取りが増えるだけだなってある時気づいて、それからできるだけありがとうございますとか嬉しいです素直に受け取った方がむしろ早く終わるってことに、で本気だったら別に相手がその後もなんか会話続くし、とりあえず言ってくれた人は本当にそこで終わるから、なんだこいつすぐ受け入れたぞってなって終わるから、そうありがとう、そうだね。なんかでも受け取られ方も変わってきちゃう気がする。ありがとうございますって言った時に、まあでも確かにこいつなんかやっぱ自分で分かってんなみたいな、でもまああれか、そうやって言ってくるって人は、多分そんなこと思わないから。それも本気で言ってる人と多分社交辞令で言ってる人がいて、社交辞令の人はね。社交辞令の人はもう社交辞令だからもう自分の中でその人にどういうリアクションしようがあんま関係ない人って思っちゃう。別に悪気はないと思うんだよ。褒めてくれてるんだから。だからそれでも普通にありがとうございますとか嬉しいですとかでいいし、
逆に本気で言ってる人だったらまあそう思って言って来てくれてるんだから。確かに。で個人的に一番いいのは、可愛いですねとかってもし言われて、ありがとうございますって言った時に、なんかそこを突っ込んでくれる人とか、お笑いっぽく、なるほどね。はいはいはい。すぐ何すぐ認めてんじゃんみたいな。やっぱ分かってんだねみたいなお笑いにしてくれる人が一番なんか楽っちゃ楽。確かに確かに。まあ確かに、でもそれか、こっちもめっちゃ笑いにしちゃうとか、可愛いですねって、よくやれるんですよ。そう。で、それを許してくれる人だと、確かに。そう、これはそもそも自分の性格とか、どういう人好きかによって違うと思うけど、自分はそのぐらいで返してくれる人が一番お互いにとって、その後楽かなって思う。重めに受け取って重めに返しちゃうと、いや、マジで。みたいな。いや、そんなみたいな。そしたら相手からしても、いや、そこまで本気で言ってないんだけどな、みたいなことあるじゃん。とりあえずなんとなくで褒めた時とかもあるから。確かに。かも勢いで、ありがとうございますみたいな。どこまで行くと相手もちょっとこう、笑ってくれたりする人だと、この後も仲良くできるかな、みたいな。でもそれで言うと YouTube やってるとなんか DM とかさ、そういうのでさ、なんか誘ってくる人もいるでしょ。なんか会ってみたいですとか、素敵ですねとか、応援してますよかったら話してみたいですとか。会おうとしてくる人には俺も全く返さない。だけど応援してますとかだったら全部返す。偉い。何にも返さない。マッチングアプリずっとやってるんだけど、マッチングアプリとかでも応援してますって初手で来てくれる人いるのね。で応援してますだけだったらこっちもありがとうございますとか、こういうなんかハートのスタンプみたいな、スタンプみたいなとか送って、それだったら全然そういう人もいっぱいいるんだけど、そっから良ければ会いたいですって来た時に、でしかもそういう人に限って顔とかなんかなかったりとかで、もしそれでさ顔を要求していけなかった時のこっちのむずすぎないと思って。確かに会いたいですはちょっとまあそう難しいし、なんかったことある？それで会ったことはないかも。ないよね。最初は言わないで、普通にアプローチして、お互いいいなと思って普段のそのリアルと同じように会えたらその時とかに、実は YouTube 見てますぐらいで言ってくれ、なんか最初ら辺で言ってほしいんだけど、メッセの最初で言われちゃうともうこっちも見てる人だと思っちゃうから。それめっちゃわかる。確かに後からね言ってくれる方が。そうでもまだね会いたいですとかの人はまだいいけど、なんか応援してますの後に、例えばやりたいですとか来る時があって、はいだったらもう応援してますいらない。そうなんで一回こっち行きにくい状況を作ってめっちゃでっかいハードルこう立てておいてここ飛び越えておいでよってみたいな。確かにそうかも、やりたいですだってやりたいですね。全然別にそれはそれでね。そうそれで別に判断こっちがすればいいだけで。じゃあ今度からね沖野くんをマッチングアプリで見かけたらやりたいですってやりたかったらやりたいですって素直に言った方がもしかしたらね返ってくるかも。でもそう言いながらやりたいですに基本書いてないから関係なく。そうでもさっきもねちょっとカメラ回る前に話したんですけど、DM とかマッチングアプリのメッセージ返してないと、たまにコメント欄に「沖野さんはこっちはいいねしたけど返してくれませんでした」とか書かれちゃうから、それは気をつけないと。いやでももうしょうがないと思ってる。まあね、だって全員とは会えないし、全員とはやり取りできないから。アプリ何もやってなくて、いわゆる出会い系のね、出会い系のアプリは何もやってないから、なんかそのもう新規で会うみたいなのがマジでゼロすぎて、なんかその感覚みたいなその衰えてインスタとかだったらなんかそのストーリーとかでなんとなく、ね、そう分かるから、そっちの方が出会いあるよって話をさっきちょっと伝授してもらってそっから出会ったことがね多分ないっていうか、なんかちょっと可愛いなって思う子いてもなんかフォロワーなんかあんまできなくて、積極的にしていった方がいい。出会い系とかよりも全然確率高い気がする。数年前と比べてインスタとか使ってる人増えてる感じする。インスタの方が生きやすさとかはマッチングアプリとかよりは全然そのハードルが低め。マッチングアプリって本当に文章の写真と短い文章の中で履歴書みたいなね。確かにインスタとかだとストーリーとかね、その人の普段の行動とか、休みの日何してるのかとか、あこんな感じな顔なんだとかも見れるし、そっちの方がいいよ。なんか誰とコラボしても毎回どうやったら彼氏できるかをすごいいろんな人にアドバイスしてもらうんだけどなかなかできないね。今日も最初いろいろ聞き出すつもりで聞いてたので最終的になんか出会い方のアドバイスされてたっていう。そうね、インスタ SNS だね。でもそれで言うと見てる人にお願いしたいのが、事情いろいろあると思うのね、でもできれば鍵をかけないでほしいっていうのとあと自分の顔をいっぱい載せてほしい。
本当に。そうだね。わかんないもんね。そう。ちょっとそういう人を今後は、じゃあフォローしていく方針で。それでいこう。あとね、彼氏なしの人ってわざわざ彼氏なしって書かないから、昔、ちょっといいなって思った人に、ストーリーとかにちょいちょいなんかアクションしてて、でそれに対して帰ってくる時もあって、そしたらその人が普通に彼氏とめっちゃ同棲してる人っていうのが、なんか結構何ヶ月も経ってから気づいて、変なこと言わなくてよかったみたいな、もうちょっとでなんか誘いそう、なんかご飯行きましょうとか、行きそうだったから、いや、かかんない。そう、これがね、マッチングアプリとのちょっと違いかも。だからそこだけがちょっと罠なんですけど。罠だ。まあ、繋がってみて、様子見て。そう、様子見るしかない。絶対いないな。みたいな。でも最近本当に全然フォロワーもしてないし、自分からフォローしに行くのもほぼない。逆になんかのんけの人、関係ない人だったらフォローできるんだけど、何も意識されない人だったら行くんだけど。いや、でも言っときましょう。可愛い子イケメンを見つけたら、自分のタイプでね。フォローしていく方針で。行きましょう。彼氏できますように。彼氏報告が動画で上がることをちょっと楽しみに。そう、今回はこの辺りでちょっと開きにしたいかなと思うんですけども、初めましての割に結構なんかいい感じに盛り上がる。最初どういうテンションでいけばいいかなと思ったけど、カメラ回ってないとこでベラベラお互いしゃべって、あれ回せばよかったよねっていうね。そう絶対回せたよねあれみたいなネタが結構あったけど、まあでも喋れないネタもね確かにあった。楽しかった普通に。多分視聴者さんも被ってるとこあるから多分喜んでくれる人が多いんじゃないかなと思うんですけども、伊勢くんのチャンネルの方もぜひ概要欄から見てください。はい、よろしくお願いします。はい、ということで今日はありがとうございました。ありがとうございました。じゃあせーの。ごめん、何にも言えない。バイバイなんです。せーのバイバイ。じゃあオッケーオッケーです。じゃあせーのバイバイ。ごめんね、何も言わずに急にせーの。怖い、なんか言われると思って。分かんなかったわ。ありがとうございました。ありがとうございました。こちらこそ。